僕はもう最終的に才能のあるなしっていうのはもうこれだけだと思ってます。それらしい結果を出してるか出してないかですよ。それらしいっていうのは、周りがあの人は才能があるねって言いそうな結果を出してる人間が才能があるんですよ。でその結果を出してない人間は才能がないと言われるんですよ。ただそれだけ。要するに才能っていうのは結果とも言える。なので才能なんて言葉は何とでも言えると僕は思ってます。そうで、そのやっぱり結果を出すためには当然ながらそれに関して考えてる時間は長くなる。でもその宮崎さんがよくインタビューというかメイキングとかで話してるんですよ。頑張ってることが称賛されるなんて本当にくだらないみたいなこと言ってるの。どういうことかっていうと、頑張るのなんて当たり前だって言ってるんですよ。そうで、その中で結果を出せるやつ出せないやつがいるんだってね。だから頑張るのなんて当たり前だって言ってるのね。だから頑張ることそのものは称賛されるようなことじゃないっていうのはそういう意味ね。そういう意味では結果を出した人間が才能があると後付けで言われるんだよね。だから結果を出せば才能がある人になるんです。あなたが結果を出さなかったら才能がない人でっていう扱いになるんですよね。これなんでかっていうと、通行人ですね。もう僕はたまに考えるんですよ。通行人っていうのはその東京だったらさ、いっぱい電車に乗ってるじゃないですか、人が、ね、街歩いてるよね、いっぱい人が。あるいは昔っていうか学校時代を思い出してください。クラスメートいたよね。自分より絵うまい人いたと思うもん、俺普通に。いや僕まあね言ってはなんだけど、ツイッターでも20万人近くフォロワーがいて、本もまあ20万部ぐらい売れて、一応ジブリに入ってなんかアニメやってね、今こう絵を教えさせてもらってみたいな。まあ一応絵うまいとされる部類の人種じゃないですか、僕多分その全人口で言ったらさね、まあそりゃ下手じゃないよね、それは教えてんだから、それをなりわいにしてる人間じゃないですか。だけどよくよく思い出すと、中学校の時俺より上手かった人何人かいたと思うもん、クラスに。思うよ。俺そんな絵うまいなって思わなかったの、自分で。そうっていうことは、才能っていうことをね、潜在能力っていうね、ポテンシャルっていうふうに、まあ例えばですよ、考えた場合に、僕より才能のある人間は田舎のクラスメート30人ぐらいの中で1人や2人絶対いた感じしますもん。3人ぐらい2人ぐらいは俺よりうまいような気がしたもんね。そうだから僕の才能なんて大したことないんですよ。全然大したことないの。田舎のクラスの3番手ぐらいの絵ですよ、どうせそんなもんですって、僕のポテンシャルなんて。でもそれをずっとやり続けて描き続けて、それをなんかそれらしい結果を出したら、なんかそんなに才能があったんだねとか、なんかこの前の文化祭とかでね、なんか言われましたよ。昔の学校の用務員さんじゃないけど知り合いの人がたまたまそこにいてね、俺のこと覚えてて「安尾くんじゃないの?」って言われて「なんかすごいらしいね」みたいな言われて「そんな才能があったんだね君に」みたいなね、そういうものなのかなって思うわけですよ。そういうこと言われた時にめちゃくちゃ違和感を感じるんですよ。才能があった、それをやったら今みたいになったみたいな、これ逆じゃねえのかなって思うんです、僕はね。ずっとやり続けたら結果としてそれが才能だって言われたっていう、だから結果でしょ。僕がもしも結果を残さなかったら、才能があるなんて、絵の才能があったなんて誰も言ってくれないですもんでしょ。ってことは才能っていうのは潜在能力にあらず結果であるっていうのは僕の結論ですね。でしょ。だって僕は学校の先生になって絵の仕事してなかったら、なんか本当は俺絵とかやったらうまくできたかもしんねえんだけどなっていうモヤモヤを抱えつつ、なんか教員で毎年同じことを教えてモンスターペアレンツな親のと教育委員会の板挟みで、なんか次どこに転勤されるのかなとかさ、タリーも学校行きたくねえなとか思いながらさ、でも俺昔本当はあの時アニメやってればもうちょっとなあみたいなことをもやもやっとしてる、なんか苦笑いが得意な42歳になってたと思うんですけどこれは絵の才能がないって言われるよね、俺ね。本当は俺やれたかもしんないのにってね。それ才能ないって言われるじゃん。だからね、結果なんです。ただの後付けの結果でしかないっていうのは、僕はもうこれ結構結論ですね、才能なんていうのは。そうでもそのために必要なものとして時間、そのことについて考えてる時間が長い。なんでかっていうと、教員になってたかもしれない僕よりも今の僕のが圧倒的に絵やアニメのことについてこんなに語ってるし喋ってるし、それに時間使ってんじゃんね。もう一つのイフの僕よりもそれに関して少なくとも時間使いまくってるでしょ。持ち時間、自分の人生の持ち時間を使いまくってますよね。ってことは
そうでしょ。そういうことなんですよ。それに関して時間を使った。それに関して時間っていうのは人生を使ったってことです。人生を使ってる人間が少なくとも才能を発揮するためには必要なんですよ。ね。これはね、条件として必要でしょ。ね。だって他の可能性削ってんだからね。そうで、そういう意味ではその初心者って何なのって話戻ると、初心者って何なのって言ったら、種みたいなもんですよ。ちょっと臭い言い方ですけど、種をまいてんのと同じなのね。初心者状態っていうのは種です。でそれに自分で種もさ、僕よくさ、子供の頃というかその学校の時にさ、菊のなんか文化祭で菊を出すみたいなのあったんですよ。そんなほらね、園芸の課程かな、技術課程っていうなんか教科あったよね。それの課程だったかで菊を育てようみたいなのあるじゃん。僕すごい育てるの下手でちゃんとさ、多分まずその位置が正しく育てなきゃいけないんだよね、あれね。正しい手順で育てないと、植物っていうのはタイミングとか水の量とかさ、間違えるとダメじゃないですか。まず正しく育てること、そして運悪くその種そのものに問題がある場合もあるんだね。これはどうにもこうにもやっぱり向いてないっていう場合、どうにも無理だっていう場合、これは水やっても肥料やってもいいタイミングでなんかそのいい感じに土変えてもなんかそんなに途中でこらつるはあるか、いや朝顔かわかんないけど、朝顔とかもなんかいいタイミングに棒刺さなきゃいけないとかあるじゃん。ちゃんと水やってちゃんと何してじゃないとうまく育たないよってあるじゃん。だけど何個かに1個やっぱそのどうにも育たないやつはあるよ。ですげえ育っちゃうやつもあるんだよ。これもう種によっちゃね。でもこれは本当稀なパターンのいわゆる上位下位 1% というか 10% かなっていうですね場合もあるね。自分がそうだったとしたら、まず一旦その道はやっぱ無理だなと思って諦めるかな。そうこれ諦めるっていうか、楽しくないじゃん。あまりにもできないと、あまりにもできなさすぎること僕やらないもん、そもそもね。あまりにもできないことやらないから、あまりにもできないなと思ったら楽しくないんでやめますね、僕ね。でもそれは自分がこれできそうだな、面白そうだなと思ったらやる。そんなもんじゃないですかね。才能がある人は過程を見るんですよ。才能がない人は結果を見るんですよ。ね、これは言える。すなわちあの人はすごいな、あの人は才能があったんだっていうね、その才能とは何か。ね、すごい結果を残したな、その結果ばかりを見て結果ばかりを羨ましがる人、これはですねおそらく将来にわたり才能イコール結果を残すことは難しいでしょうね。才能がある人はこの人がこの今結果というの能力と作品を残しているということは、そこに凄まじい積み重ねであったり、そこにわたる創意工夫や何らかのやっぱりその人にしかできない、ね、今までのものがあった、積み重ねがあったんでしょうよと。それを知りたい。だからインタビュー記事見たりとか、その人のメイキング話してると、ちょっとでもその人が書いてる様子なんかが何かの動画にあれば、もうそれを何度も見て自分で再現してみるっていうことを、才能がある人、将来にわたりおそらくは結果を残せるであろう人はそういうことをするんですよ。なので僕はその人が才能があるかないかをどういうふうに判断するかというと、表層的な結果だけを羨ましがる人ははっきり言って才能がない人です。おそらく将来にわたり結果を残せないでしょう。才能がある人っていうのはその作品を見てどうやって作ったのかをとにかく調べる。そしてそれを自分で再現する人。当たり前だね。そりゃそうだよね。当たり前の話なんですよ。もう結論ね、正直ですね、初心者から上手い人、プロになる人、これから上手くなる人分かる、一言でね。何かいわゆるアティチュードですよ、姿勢ですよ、その人の考え方。もうね、初心者からプロなんだよ、そいつは。いや、そいつはね、もう上手くなるやつは上手いんだよ、最初から。何が考え方が、そうもう1秒で分かるよ。本当話すと分かる、そいつがどのぐらいになるか、その人が何を考えてるか、もう一瞬でわかるね。どうやって書いたんですか、どういうふうにやるんですか、どういうふうに書くんですかって。僕このぐらいの今状態なんですけど見てもらっていいですか、今僕が何やるべきですか、室井さんどこ何やったんですかみたいなそこみたいな。渡辺圭一郎君でいいんだっけ、渡辺君っていうね、なんかアニメーターがいて、すげえなんかやんちゃなスーパー動かしアニメーターみたいな人がいて、今かなり偉くなっちゃったのか分かんないけど、渡辺圭一郎君っていうのがいて、20か21ぐらいかな、その渡辺君が20歳過ぎぐらいの時に
なんかあるサークルでちょっと知り合ったんですよ、僕がね、渡辺君っていうのと。あ、村さんあれどうやったんですかみたいな感じでいきなり俺と会うなり、村さんあれどうやったんですかとか、なんか完全にこいつやばいやつだなとか思いながら、あそこやったのかみたいな、みたいな言われて、うわなんだろこいつみたいな、やべえみたいな、何こいつっていう感じ。そしたら次会った時はね、なんか扇風機の前でなんかすごい全部揺れながら、なんかすごい扇風機とか精密に描いてて、なんかすごい揺れてんですよ。髪の毛とか服とか全部揺れてんのなんか描いてたんですよ。その次会った時はなんか柔道の投げ技だから描いてたかな。なんかね、毎回会うたびにこいつすげえなみたいな、なんだこいつみたいな感じがねこれなんか今まあその検索すると多分マットとかないのかな、渡辺君ってあるよね、なんかわかんないの。まず最初の秒でわかるんですよ。こいつは俺のことなんか気にしちゃいないんですよ。いや別に俺のことなんか気にする必要ないんですよ、全然。この人が書いたものはどこで、この人はどういう人なのか、だからなんていうのかな、その作ったものと作った人を照合する時間ですよ。これね、結構ねクリエイターあるあるなんですよ。ね、あ、こういう佇まいの人間がああいう作画をしたんだっていうところに興味があるんですよ。ね、であって僕のことなんかどうでもいいんですよ、正直。でどうでもいいんですよ、本当マジで僕なんて。そうっていうですね、クリエイターってそういうところあるのよ。ね。だから何型とかどんな性格でどんな趣味だからで、それがどういう絵を描いたんだろうみたいなさ、そういうね変なねとこあるんですよ。だからこいつは上手くなるなってもう一瞬で分かるのね。だってそんな質問する学生いないから他でね。そう他の学生さんは「手羽やってたんですね」みたいなね、どうでもいいよそんなことマジでっていうね、ほんとマジで。そうジブリにいたんですか、どんな作品関わられてたんですかとかじゃないんですよ。もうそういううまいやつっていきなりディープなんですよ。もうなんかいきなり深いんですよ。なんかおかしいんですよ。そういうやつは上手くなるんですよ。ただそうだからといってその人が渡辺君が今どうか知らんが、その彼の今は知らんが、クリエイターが必ずしも全員幸せになるとは限らないので、別にそのクリエイターが何でもかんでも偉いわけじゃないよ、その人で偉いわけじゃないんだけど、大体その世界で結果を残しそうな人っていうのはちょっとおかしいですよ。ちょっとまあ彼がおかしいと言ってるわけじゃないですよ。何か挙動がやっぱねちょっと違います、他と。それ考え方でわかるね。その人と他人のことは気にしちゃいないんですよ、ね、他人のことじゃなくて絵とか作品とかね、その人の描いたものとかものを気にするんですよ、ね、やっぱね分かるよ、ほんと一瞬で分かる、その人が何を気にしてるか。簡単に言うと他人を気にしてる人はねやっぱねそんな高みにいけないです。僕のことなんか気にしてはいないって言ったでしょ、その彼がね。それと同じようにやっぱりね、なんでこうなるんだろう、どうしてこういうふうに書くんだろう、やっぱりどういうふうに書いたらいいんだろうっていうね、そのさっき言ったでしょ、創作工程に目がいってる人はやっぱ上手くなるよ。だってささっき言ったじゃない、才能はそれに使った時間ですと。じゃあ何に使ってんのその時間をってことですよ。いや僕だって絵に関してそのアニメに関して考えましたよって、今年のタイトルがどういう作品タイトルがあってそれを全部僕見ましたとか、そんなやつ上手くなるかいってねいくら作品のタイトル数を覚えてもですよ、新作を全部見てもですよ、それはファンというんですよね。それは作る側ではありません。はい、それは作ることと直結してません。いくらアニメをたくさん見てもですね、全然上手くならないでしょ。だったらさ、いっぱい見てる人がアニメーターになってるはずだし、いっぱい見てる人は絵が上手いはずだよね。なってないね。だ時間の使い方、同じ時間でも何に使うかっていうのは全然違うでしょ。でもこれはねある程度その人のね好き嫌いの問題で、興味のあるなしの問題だから、ある程度教えられる部分と教えられない部分があるよね。そう考えると作家原画マン演出と分業できてるアニメーターってシステム的には良い職業ですね。本当向き不向きでやっぱりね最適化されていると思いますけどね。作家さんって言うとですね、なんかすごいオールマイティーに見えるけど、やっぱね馬へ乗せる係ですよ。で原画っていうのはやっぱ動き作る係だし、演出っていうのは全部のそのなんでしょう、素材を検品する係だし、各々が自分単体ではおそらくは何でしょうね、足りないんですよね。それをお互いの能力を持ち寄ることによって総合することによって作品になってるわけでしょ。だからそうだと思いますよ。だからねアニメ業界とかアニメーターに向いてる人っていうのは自分単体ではどうにもちょっとねしんどいなって思う人ね、そういう人はですねそういう
大人数で作ることによって自分の一番いい部分をそのチームに、捧げるというかで使ってもらって結果を残せるわけね。